こんにちは、柚木ゆかりです。前回は、オーストラリアの奇襲に苦戦した結果、韓国中世に突入し、その後2000年弱に及ぶオーストラリアとの戦争が終結しました。今回は、日本飛躍の時代となる内政ターンからスタートします。古い時代の政策は、効果も比較的小粒ですが、ここで明確に壊れてる政策の一つが、今セットした濃度制ですね。ここで、一気に新都市を築きつつ、労働者でタイルの改善も行っていきましょう。そして、ついでに、このターンに、工学の研究も完了しました。これにより、ついに用水路が解禁されます。前回の動画でダムコンボと言っていたんですが、あれはまあ、造語です。しかも、実際は用水路コンボと言った方が良かったやつです。いるかはわかりませんが、初心者の方に簡単に解説しますと、工業区域は用水路、ダムと隣接した時に生産力プラス2のボーナスがあります。これは1個の用水路に2個の工業区域がくっついていても3個くっついていても同じです。なら、なるべくいっぱい隣接させた方がお得だよなってことで、工業区域と用水路をきれいに隣接させる配置パターンが存在します。それが2個ならこの形。3個ならこの形ですね。そこに、さらに、配置制限が厳しいダムを追加することで、さらに生産力を伸ばします。そうすると、普通の文明ならこうなります。美しい。そして、日本は明治維新というユニークアビリティにより、こうなります。この生産力がパズルを完成させるだけでなから生まれるんですから、とてもアドバンテージが大きいですよねって話なんですよ。さて、県の用水路、工業区域をメインの3都市で建設する一方で、他の周辺都市は商業ハブと港をどんどん建設していきます。商業ハブと港は相互にプラス2の隣接ボーナスがあります。なので、このように雑に隣に並べるだけで、2区域で合計プラス4のボーナスです。ここで第6都市、京都を建設します。あまり生産力を生み出しそうにない立地ですが、港と商業ハブを建てるだけで役に立つので、どんどん都市を出していきます。ところで、商業ハブと港を建てる理由は、もちろん、市場と東大により、交易商の上限を増やすことです。しかし、市場と東大は、両方建てても、交易商は1つしか増えません。ではどうするかというと、今取った秘密結社、ミネルヴァのフクロウの黄金の宝物庫です。これで、1都市あたり2つまで交易路を増やすことが可能で、かつ、港と商業ハブを並べた時に得られるボーナスで、無駄なく文化力も得られるといった算段です。一通り欲しい区域も揃ってきたので、ようやく首都で第1キャンパスを建築。こんだけ内政のこと語っておきつつ、日本の明治維新で雑に隣接ボーナスが出るの、やっぱりあんまり悩まなくてよくて楽っすね。現在、ようやく2つ目の交易路ができましたが、これは首都等のメイン都市ではなく、立ち上げが遅れている後進の都市から配備していきます。考えてみたらわかりますが、1から5に生産力が上がるのと、100から104に上がるのとでは、効果の重みが違うからですね。ここまでをまとめると、今後は、新都市建設、交易商配備、港と商業ハブを建設という流れをひたすら繰り返していくことになります。これが、ゆかりさんが考える内政攻略ルートの一つです。宗教を創始できなかった時は、基本、このルートをたどっていけば、神に出力で勝てるようになります。まだ、出力では全然追いつけていないけど、徐々に内政も進んできて、これは、問題なく引きこもり、勝利が決まりは初めてですよ。ここまで私をコケにしたおバカさんは。絶対に許さんぞ。虫けらとも、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。あ、クリーさんちょっと、それはさすがに高すぎじゃない？これくらいでおなしゃす。ということでやってしまいなさい。ザーボじゃなくてパウンドメーカーさん。私は、
都市に引きこもってるんで任せましたよ。一応、ここで固有ユニットの侍を作っておきます。都市の戦闘力は保有したことがある最大の戦闘力のユニットに応じて上がるので、これで多少は硬くなるはずです。そして、裏手は、第7都市、名古屋を建設。見るからに出力が出ない土地ですが、交易商でブーストしてやれば回るでしょう。オーストラリアは、初動を叩いたら攻めてこなくなりました。そりゃ、まあ開戦時点で、ほとんど戦力なかったですしね。何がしたかったんだこいつは。とここで商業共和制解禁。宗教勝利狙い以外では、これ以外を狙う理由がないくらい一強の政府です。政策は、基本交易路の出力を高めるものを優先しつつ、あとは、状況によって欲しいものを指していく感じで。はい。オーストラリアほぼ最速で降伏。ほんと何がしたかったんだ。でも、私をコケにしたことは、1000年経っても忘れてやらないから覚悟しておけよ。古典と中世で黄金を逃したことと、その後に交易路の展開が遅れたことで、正直、かなり内政が遅れています。国内交易の国なのに、まだ交易路2本ですからね。こっちの大陸は、狭い中に5文明いるので、CPU もそこまで伸びてませんが、もう一つの大陸はかなり成長してると思われるので、かなり雲行きが怪しい。と、ここで時代が変わり英雄ルネサンス時代。公約が3つ選べますが、普及がちょっといいくらいで、他はほぼ効果なしですね。一応、ここからの動きは、適当に研究を進めつつ工業化を目指します。研究は、極端に上だけ進めると、後で下ルートを回収する際に無駄が大きくなるので、適度に上下を散らしながら進めるようにしてます。区域建設は、相変わらず港商業ハブを優先しますが、ご覧のようにアホみたいなターン数を要求されてます。こういう都市に、順次交易商を配備して生産力を出す形ですね。しばらくターンは進み、これも、比較的最近実装したアメリカのリンカーンに遭遇します。反対側の大陸の勢力には初遭遇。そして世界会議開催。これ自体はどうでもいいですが、出席者が7名、設定では8分名いるはずなので、反対側の大陸は3分の1が滅んでいるらしい。よく見ると、リンカーンの出力は比較的高いし、これは、反対側の大陸はアメリカに支配されてそう。南の極地に第9都市、岐阜を建設。ここは出力は出ませんが、戦略的に結構重要な都市です。その辺は、次回あたりに触れられたらいいな。工業区域、商業ハブ、港の建設が終わったら次に優先するのは劇場広場です。劇場広場の隣接ボーナスはこんな感じ。遺産や娯楽施設は計画的に建てて劇場広場を伸ばしていきたいところ。科学勝利を目指すのに文化を優先する理由は簡単。まっすぐ科学を上げるよりも、分割ツリーの後半にある政策で科学を大きくブーストしてから科学を伸ばした方が結果的に早いからです。どこから科学に転換していくかが悩ましいところだけど、ひとまずは文化優先で上げていくってことです。ちょっと余裕ができてきたので、みんな大好き遺産中のタイム。ゆかりさんは遺産クリアなので、不要な遺産を結構取ったりしますが、今回は普通に必要なマウソロス霊廟を狙います。霊廟の建設ムービーは、おそらく次回になるとして、アルテミスの宮が雲をついてそびえているのを目にしたときを失った。これほど見事なものが日の目を見たことがあったろうか。はい、なんで音声飛び飛びやねんって思ったら、非アクティブの時音声切れる設定にしていたせいで、ムービー中にソシャゲいじってたら音が切れちゃいました。てへ。アルテミス神殿は、食料、住宅、
快適性がわずかながら出てくる。そんなに強くない遺産です。CPU には不人気なので、遺産欲を満たすのにはなかなかの性能です。そして、マウソロス霊廟の方はこれを使います。フィリッポ・ブルネレ主記、略してフィリッポネキ。ということで、次回遺産ラッシュの雰囲気を醸し出しつつ、今回のパートは、ここで終了とします。コメント、いいね、高評価、広告ありがとうございます。もしよろしかったら、フォローやチャンネル登録もお願いします。それではまた、次回をお楽しみに。バイバイ。